ガンダムの呪縛を解き放つ機体、システムターン A99 ターン A ガンダム。ターン A ガンダムは1999年から2000年にかけて放映されたテレビアニメターン A ガンダムの主役機として登場したモビルスーツです。主人公ロランセ・アックが偶然発見し、兵器であると同時に作業機械として使用するという他のガンダム作品ではあまり見られない活用方法も見受けられた機体です。しかし徐々に本来の性能が明かされ、最終的にギムギンガナムが登場するターン X と相まみえたことで、その驚異的な性能が判明しました。今回はそんなターン A ガンダムについて解説させていただきます。メイリさんの羊かわいいな。テレビアニメターン A ガンダムの世界は西暦すなわちコレクトセンチュリーという暦の世界観となっていますが、これはコレクトセンチュリー以前に黒歴史と呼ばれる様々な宇宙戦争が起こり、最終戦争の終局でターン A ガンダムの月光超システムによって多数のナノマシンが散布された結果、多くの機械類は分解され、地球上では人類が文明を失ったという設定になっています。地球圏の文明が葬り去られた後、地球の文明を再興するべく地球に住み続ける人々と新天地を求めて外宇宙へ旅立ち、月へ移住する人々に分かれました。そのため地球に住む人々の技術水準は低い状態になっているので、19世紀から20世紀初頭にかけてのアメリカやヨーロッパをモデルにした舞台設定とされており、一方でナノマシンの影響を受けていない月では高い技術水準となっています。ロランはムーンレイスの中で運河人と呼ばれる仮想階級の生まれですが、コレクトセンチュリー2341年に月の民であるムーンレイスが地球に帰還するべく地球降下作戦を計画した際に、ロランはその第一陣の調査員に選ばれ、仲間たちと共に地球へ降下しました。当初はコヨーテに襲われ、さらに川で溺れかけるといった危機に瀕しますが、最終的に鉱山主のハイム家に救われてアメリア大陸イングレッサの鉱山労働者になりました。そして2年後、ムーンレイスの地球帰還計画が始まります。月の女王の軍であるリアナカウンターのモビルスーツとミリシャの戦闘機が交戦する中、ポウエイジがカルボドムのビーム砲に反応してターン A ガンダム、通称ホワイトドールが動き出しました。こうしてロランはソシエと共にホワイトドールに登場することになります。また月の女王リアナ・ソレルは地球へ入植するべく交渉を進めますが、地球の民はムーンレイスの帰還を認めなかったので対立が始まりました。こうして戦火が広がり始める中、ロランは地球側の軍隊ミリシャにあえて加入することで戦力の均衡を図り、戦いをやめさせるために奔走していきます。僕は戦うつもりでここへ来たわけじゃありません。ターン A ガンダムの建造経緯が諸説あります。まずターン A ガンダム全記録集2や電撃データコレクションによると、西暦の遥か以前の機械文明時代に人類が太陽系外の勢力の侵攻に備えて建造した機体とされています。またニュータイプ 100% ターン A ガンダムボリューム2ではターン X を元にした機体とも、その逆でターン X の兄であるとも言われており、詳細不明とされています。劇中では当初正式名称が不明で、武装や性能も不明な機体として登場しました。型式番号はミリシャはホワイトドールミリシャ01という意味を持つ WDM01 と分類していますが、正式な型式番号はシステムターン A99 であり、システムターン A の99プロダクトという意味を持ちます。この機体はシステムターン A 構想を実証するためのモデル機なので、本来はデバイスオペレーションコントロールベースと連携することで一つの戦術システムとして機能するという軍事構想の実証機と推察されています。ただ劇中ではどこまでの機能がシステムターン A に含まれるのか語られておらず、謎に包まれています。構造は西暦以前の高い技術が反映されています。アイフィールドビーム駆動と呼ばれる方式で駆動するので、機体表面にビームをまとって機体を動かします。装甲はナノスキンで覆われているので、軽度の損傷程度であれば自己修復可能です。2000年以上ホワイトドールの内部に埋まっていたことから、当初は能力を発揮できませんでしたが、ナノスキンの修復機能によって徐々にその性能を取り戻していきました。推進機は従来のモビルスーツのようなバックパックに搭載されておらず、脚部裏側に集中しており、理論上は
重力下でもある程度飛行が可能となっています。劇中では脚部にナノスキンの残骸が詰まっていたので、当初は走って移動していたターン A ですが、コレンナンダーの追撃部隊との戦闘でスラスター機能を復活させています。なお背部には緊急時にエネルギーを送るためのチューブ接続口を持ちます。これにより劇中ではウィルゲムを強制的に起動させています。コックピットは股関節中央に配置されており、ガラスのような材質のキャノピーに囲まれていますが、これは全天周囲モニターとなっています。また VR ヘルメットを装着することで敵機の情報や位置を正確につかむことも可能です。またコックピットブロックは緊急時に翼を展開してコアファイターとして分離することも可能です。劇中では様々なシーンで機器を脱出しており、キャノピーのガラスはズサンを撃破した際に飛来した破片を受けても損傷がないほど頑丈な作りになっています。ターン A ガンダムの武装としては当初ビームライフルしか所持していませんでしたが、徐々に各地で発見されて増えていきます。ビームライフルはモビルスーツのみならず巨大な戦艦との戦いも想定されているので、出力を切り替えることが可能な高出力の兵装です。劇中の演出では水辺で使用しても威力が減衰していないほどの高出力を見せています。胸部はマルチパーパスサイロと呼ばれる多目的プラットフォームになっています。上部のカバーはミサイル発射時の発光からカメラを保護するために上に開きます。目的に応じて中身を積み替えることによって複数のミサイルを装填できます。劇中では核ミサイルを保管していたほか、兵器ではなく牛を格納するなど様々な用途で使用されています。また下部には換装可能なビームキャノンユニットを搭載しています。これは終盤でターン A が銀河ナム隊で解析されて初めて使用可能になった兵装です。ビームサーベルは過去のガンダムよりも小型にデザインされており、ビーム刃が細く描写されていますが、2本合わせると頭身を伸ばすことができるほか、シーンによっては太くなることもあります。マニュピレータはバケツをつまめるほど精巧な作りになっており、さらに手首を高速で回転させることができるので、ビームサーベルを回転させてバリアのように使用することも可能なほか、マニュピレータを回転させて選択もできます。シールドは上半身を覆うほどの大きさを誇り、さらにアイフィールドを本体周囲に展開することでビーム攻撃も防ぐことが可能です。ターン A はガンダムハンマーを持ちますが、これはデバイスオペレーションコントロールベースで発見された武装の中で唯一使用可能だった兵装です。鉄球内にロケットモーターを内蔵しており、鉄球が直撃すれば敵機を容易に破壊する性能を誇ります。終盤ではビームサーベルを高速回転させた後、急に姿を消すという空間転移能力らしきものを見せていますが、これは週刊パーフェクトファイル電撃データコレクションニュータイプ 100% コレクションボリューム2などでは記載されていない謎の兵装となっています。ターン A は最大の特徴として月光鳥システムを持ちます。アイフィールドに乗せて無数のナノマシンを散布することで文明の産物の全てを消滅させることが可能な究極のシステムです。このシステムによってかつての機械文明を滅ぼして無に返したと一説には伝えられています。劇中ではターン X との最終決戦時に月光鳥が発動し、両機ともに月光鳥が形成したナノマシンの繭に包まれて眠りにつきました。ターン A だったら X の兄さんだろ。ターン A は当初どのような武装があるのか分からず、徐々に性能が明かされていくという形で物語が進んでいきました。さらにパイロットのルランは戦いを望まない温和な性格から敵パイロットをできるだけ殺さないような戦い方を繰り広げます。特にストーリー中盤まではターン A も戦闘用モビルスーツではなく選択に使用されるなど作業用機械として扱われていました。ロランはムーンレイスでありながら地球側で戦っており、イングレッサの領主グエン・サードラインフォードの意向で表向きはローラという女性パイロットとしてプロパガンダのような利用をされていましたが、ムーンレイスであることを告白し、変わらず地球側に所属して戦い続けました。その後地上で発掘した核爆弾を宇宙で処理するため仲間たちと共に宇宙へ向かいます。そしてターン X と戦いを繰り広げる中でターン A の真の性能と黒歴史について知ることになりました。月光鳥を呼ぶんじゃない。そんなターン A ガンダムは
従来のガンダムシリーズのようなモビルスーツを中心とした戦争のストーリーではなく、産業革命時代を思わせる古風な時代で、政治的な駆け引きを多く描いた作品として、他のガンダム作品とは異なる独特な世界観から賛否両論を生み出した作品となりました。この大英ガンダムという作品の性質に関しては、書籍大英ガンダム全記録集にで明かされています。大英ガンダムは宇宙世紀ものの作品が公開された後、テレビアニメとしては機動武闘伝 G ガンダム、新機動戦機ガンダムウィング、機動新世紀ガンダム X に続く作品として公開されましたが、既存のガンダム作品はガンダムというキャラクターデザインは表面上変化しているものの、本質的には何も変わっておらず、従来のイメージを新生視するファンの呪縛から解き放たれて、新規アニメファンへの壁を取り払うために挑戦した作品として制作されたことが明らかにされています。そのため、大英のような英断的なデザインが必要不可欠であり、シドミード氏によって従来の常識を覆すデザインとして大英ガンダムは描かれたとされています。余談ですが、大英ガンダムは黒歴史として全てのガンダム作品が行き着く終着点とされており、コレクトセンチュリーは全てのガンダム作品の後に来る年号と言われています。これは大英ガンダム以降に放映された機動戦士ガンダムシードなども含まれており、マスターグレード大 X の説明書には全てのガンダム作品が黒歴史の一部に包括されると記載されています。また後年に放映された G のレコンギスタの設定上は、大英ガンダムの世界であるコレクトセンチュリーや G のレコンギスタの世界であるリギルドセンチュリーよりも後とされています。しかし2015年8月27日に開催された夜の G レコ研究会富野義行編にて、富野監督が G レコを作るにあたって時間を遡った作品を作ったことへの心境を尋ねられた際に、 G レコは時間を遡っておらず大英の後の話であると答えたことから、どちらが先なのかという議論が繰り広げられるようになりました。富野監督の意見を公式として捉えるか、サンライズの資料を公式として捉えるかで、どちらが先か変わってくるこの論争ですが、私としては大英制作時は古きガンダムを捨てるという思いから、大英をガンダムの終着点と位置づけた作品として作り上げ、 G のレコンギスタは新世代へつなぐという思いから大英の先の時代にしたいと富野監督の中で作品に求める思いが変わって起きたことなのではないかと考えていますが、果たして真相はいかに。なんでこんなもの作ったんですよ。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。